例えば新人の時に、まだそんなこともできないのかという目で見られると、いつも激しく傷ついて続けられなくなる人は、次にそのような目で見られたと感じた時のために、楽になる考え方を先に用意しておきましょう。一例ですが、この人は新人を教えられる忍耐力のない人だな。こちらが悪いのではなくて、この人は誰を教えてもイライラするんだろうな。このように考えようと準備をしておきましょう。頭の中で何度も準備をしておくと、反応ではなく対応できるようになります。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルト・チルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。我々は無意識の心の問題を意識できないままでいると、同じことを何度も反復的に繰り返すことがあります。特にアダルトチルドレンは心に傷がある人が多いので、傷があるならあるとはっきりさせて、癒して対処しておかないと人生に嫌なことばかりが起こります。例えば、いつも仕事が続かない人はいつも同じようなことが起こって嫌になってしまっているかもしれません。このような人は職場を変えても次の職場でも同じようなことが起こります。今日は同じことを繰り返さないように自分の地雷に気づこうという話をします。1、アダルトチルドレンにありがちな地雷。2、どうすればいいか対策。3、ポイントの振り返り。4、すぐにできること。このような順番で話します。では、アダルトチルドレンにありがちな地雷ですが、地雷は人によっていろいろですが、何度も転職と退職を繰り返す人は、相手の顔は変わっても同じようなことで何度も激しく傷ついていることが多いです。でも同じようなことを何度も繰り返しているとは気づいていないかもしれません。自分は同じことを繰り返していると気づくことで対策も取れるようになっていきます。なので自分についての地雷を考えてみましょう。怒りになったということは先に傷ついているということです。例えば何もわからない新人の時に厳しくされたら傷つく人は多いと思います。もちろん悪意で厳しくする人はあまりいませんが、お互いに仕事中だと丁寧に対応していられないということは誰にでもあります。このような丁寧ではない扱いに激しく傷つく人がいます。そしてこのような人の多くは人並みに丁寧に扱われたいと思っていることに気づいていたとしても、自分が特別に丁寧な扱いを切望していることには気がついていなかったりします。次に先輩社員にこれやってと言われると、お前が楽するために俺に仕事を押し付けてるんだろうと感じて、あからさまに顔に不満を出してしまう人もいるかもしれません。管理職の人や上司に仕事をきちんと割り振られる分には全く問題ないのですが、自分より少し先に入った先輩社員ぐらいだと、仕事をこれやってと言われると利用されているように感じて怒りになってしまう人です。次はこういう人です。社内で中心的なメンバーのそばにいるときは調子がいいのですが、その中心的なメンバーから見向きをされなくなると激しい怒りを感じたり落ち込んでしまいます。つまり自分は会社の役に立っていると感じられるときはすこぶる調子がいいのですが、そう感じられない状況には激しく傷つきます。ではどうすればいいかですが、
地雷の問題は激しく傷ついて無意識のうちに良くない行動をしてしまうところにあります。なので対策は無意識のうちに良くない反応をするのではなく、何が自分を強く反応させているかを知ることです。自分を苦しめる言葉や出来事を熟知することです。あ、これは私をいつも不快にさせるパターンだなと気づくことによって、無意識に支配される可能性を減らせます。例えば、自分はいつも丁寧ではない扱いをされると激しく傷つくと気づいた人は、もしかしたら自分は親から愛情を十分にもらえていないので、誰に対しても愛情と優しさを求めているのではないかと一応考えてみる必要があると思います。求めすぎていると、そして求めすぎていると気づいていないと、同じことを何度も繰り返し、何度も激しく傷つくからです。当てはまるのであれば、すべての人に激しく求めすぎるのではなくて、相手と度合いを考える訓練が必要です。また、心を成長させる必要もあります。アダルトチルドレンの直し方、心の育て方編などの動画を参考にしてください。次に、いつも先輩社員に仕事を頼まれると、お前が楽するために俺に仕事を押し付けてんだろうと感じると気づいた人は、もしかしたら自分は小さい頃から誰かに利用され続けて生きてきていて、その憎しみを抑圧しているのではないかと一応考えてみてください。当てはまるのであれば、利用しようとしていたのは小さい頃そばにいた誰かであって、先輩社員ではないということを意識する必要があります。今まで出会ってきた先輩社員の中には、親と同じようにこちらを利用しようとした人もいただろうけど、すべての人が利用しようとしていたわけではなく、チームとして考えていた人もいたのではないかと考えてみてください。次に、自分は役に立っていると感じられるときはすこぶる調子がいいのですが、そう感じられない状況には激しく傷ついて、場合によっては仕事が続けられなくなることさえあると気づいた人は、もしかしたら自分は小さい頃から家族の中で邪魔者扱いされて育っているのではないか、その邪魔者意識を抑圧しているのではないかと一応考えてみてください。親からいやいや世話されたアダルトチルドレンは、自分はありのままの存在では迷惑な存在という思い込みを作っていることが多いです。これが強い人は、自分が役に立てていないのにその場所にいるという状況はことさらにきついです。周りに辛辣な目で見られているような気がします。当てはまるのであれば、ありのままの自分は決して迷惑な存在ではないというしっかりとした自己肯定感を持つことが必要です。このように根っこで悪さをしている無意識に気づいておくことによって、自動的に自滅的な行動をすることを避けやすくなります。でもそれだけではまだ不十分です。もっと自滅的な行動を避けられるようになるために、あらかじめ心の準備をしておきましょう。例えば、いつも丁寧に扱われないと激しく傷ついて続けられなくなってしまうという自分の共通点に気づいたら、おそらく次の職場でも同じことが起こる可能性が高いです。なので、そうなる前に頭の中でシミュレーションをしておくのです。心構えができている時とできていない時とでは
受けるダメージは全然違います。そしてそのようなことが起きた時にどのように考えたら自分を傷つけずに済むか前もって用意しておきましょう。例えばですが、もしかしたら実際はいつもその場で感じているよりたくさんもらっているのではないか。このように考えてみたら少しは落ち着くかもしれません。100求めている人は70もらってももらっている部分に気づきません。なので、もしかしたら自分は気づいていないだけで少しは気を使ってもらっているのではないかということです。この思考では落ち着きそうにない人は自分にとって落ち着きそうな思考を探してみてください。あるいはいつも先輩上司が楽するために利用されていると感じてしまい態度に出てしまう人は、そしてそれが自分の共通点なのであれば、次もまた同じことを感じる可能性が高いです。なので、あらかじめこうなることを予測しておきましょう。そして怒りを感じたときにどのように考えれば自分が少しでも落ち着くかを考えておきましょう。確かに上司は自分を利用しようとしている。でも自分も上の立場になった時は下を利用しているよな。みんな多かれ少なかれそういう面はあるのかもしれない。と考えることで楽になると思う人はそのような思考を用意しておけばいいし、他の思考が有効だと思う人は他の思考を用意しておきましょう。あらかじめ用意してあると自動で退職まで行ってしまうというようなことは減らせます。ではポイントを振り返ります。我々は指を怪我しているときはよくそこをぶつけます。本当は怪我していない時もぶつけているのですが、怪我していない時は痛みがないからぶつけたことに気づきません。同じようにアダルトチルドレンは心に傷があります。心に傷のない人が気づかないことでも、アダルトチルドレンは敏感に痛みを感じ取ってひどく傷ついていることが多いです。つまり今起きていることが問題なのではなくて、心に傷があることが問題です。例えば、いつも仕事が続かないという人は地雷を持っているかもしれません。そしてそのことに気づいていないかもしれません。気づいていないと何度も同じことを繰り返してしまいます。なので自分の地雷を考えてみましょう。地雷は人によっていろいろですが、人によっては周りの時給が上がって自分の時給が上がらないと激しく傷つく人がいるかもしれません。あるいは新人の時にまだそんなこともできないのかという目で見られると激しく傷ついてしまう人がいるかもしれません。他にも新しい仕事を増やされると楽するために俺に仕事を押し付けたな、新人だからと思って舐めやがってと感じて態度に出てしまう人がいるかもしれません。そのような自分の地雷が見つかったのであれば、それが地雷になるような心の傷があるのではないかと一応点検してみてください。例えば、親に丁寧に扱われて育っていないとか、いやいや世話をされていたとか、利用されていたとか、そのようなことです。そして、今まで同じことを何度も繰り返しているのであれば、おそらく次も同じことを繰り返す可能性が高いです。激しく傷つくと、人は自動的に反応してしまいがちです。例えば、怒ってやめてしまうかもしれません。そうならないように、あらかじめ頭の中で心構えをしておきましょう。例えば、新人の時に、まだそんなこともできないのかという目で見られると、
いつも激しく傷ついて続けられなくなる人は、次にそのような目で見られたと感じた時のために、楽になる考え方を先に用意しておきましょう。一例ですが、この人は新人を教えられる忍耐力のない人だな。こちらが悪いのではなくて、この人は誰を教えてもイライラするんだろうな。このように考えようと準備をしておきましょう。頭の中で何度も準備をしておくと、反応ではなく対応できるようになります。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、今までの人生で繰り返している傷ついたことや時代になったことを思い出してみようです。激しく傷ついたり怒りになった時のことを思い出して箇条書きにしてみましょう。そして共通点はないか考えてみてください。上司が嫌いで辞めた。社長の考えと合わなくて辞めた。給料が安いから辞めた。残業が多いから辞めた。先が見えなくて辞めた。など、いろいろな理由をつけていたとしても、もしかしたら案外結局はどれも人間関係が元になっていたり、その人間関係ももっと突っ込むと、いつも同じようなことで激しい怒りになっていることに気づいたというようなことがあるかもしれません。また、アダルトチルドレンは傷つきやすいです。傷つきやすいアダルトチルドレンが強くなる方法という動画も参考にしてください。動画のすぐ下の概要欄にリンクを貼っておきます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。